こんにちはったらこんにちは。イエスマです。主婦に教えるマイコンプログラミング8限目。シリアル IF で PC から LED をオンオフするというお話です。で、今週はですね、シリアル IF の続きで PC 側から送信してマイコン側で受信するプログラムについて見ていきます。最後の方でですね、PC のシリアルモニターからマイコンの LED をオンオフさせるっていうのをやってみます。では資料の方から見ていきましょう。はい。では、シリアル IF で LED をオンオフするというお話です。よいしょ。でですね、シリアル IF インターフェースの受信の仕組みについてちょっと軽く説明します。でですね、マイコン、こっち側から先がマイコンだとします。で、この間ですね、マイコン側から、シリアル出力を出したと思います。で、その時はですね、これを使いました。UART の出力ですね。マイコンの中でプログラムが走ってて、で、実はですね、この間に出力バッファっていうところがあって、ここにボンと投げると、この中から、この CLIF が、一文字一文字読み出しては、シリアルアウトに出力して、ハローワールドとか、そういう文字列を作り出していました。で、今度はね、受信です。なので、PC とか外の機材ですね。そこから、文字が入ってきます。で、それはまず、シリアル IF っていうこのブロックで受けまして、で、実は中にですね、入力バッファってこう箱があって、で、その中に一旦貯められます。で、その中に、溜まった文字を、マイコンのコアが、一文字一文字読み出して処理していくという風な、作りになっています。マイコンはですね、実はこのプログラムは割と単純ですけど、もうちょっと本格的なプログラムになると、いろんな仕事を並行してやっててですね、忙しい時もあるかもしれないので、シリアル F から入ってきた、情報をすぐに受け取ることができないかもしれないです。なので、この入力バッファとか、出力バッファとか、間にバッファを置いて、一旦貯めといて、で、手が空いた時に読み出すという風な作りになっています。では実際にですね、PC からメッセージを受け取るプログラムについて見ていきます。で、今回ですね、ここからコムでしかプログラムがありません。で、いつものようにですね、いつものようにというか先週からですね、シリアルビギン9600で、シリアルインターフェースのブロックを初期化しました。これでシリアル通信が使えるようになりますと。でですね、ここでイントのレシーブデータっていう変数を宣言しています。今度はマイコンが受信するので、受信したデータを入れとく場所が必要なので入れておきます。でですね、入力バッファーに、さっきの入力バッファーですね。あれに文字が入ってきたかなっていうのを調べる関数があって、で、このシリアルアベイラブルですね。ここです。前のページの入力バッファーにデータが入っているかを調べるコマンド。で、このコマンドには返り値があって、イントの値を返してきます。で、そのバッファーの中にですね、何文字入ってるかなっていうのを返してくれるので、この関数で調べます。で、この関数の返り値が1以上だったら、バッファに、なんかデータが入ってるなっていうことがわかりますと。で、データが入ってることが分かったら、ですね、if シリアルアベイラブルが1以上であったなれば、シリアルバッファの中にデータが入ってるってことなので、で、このシリアルリードですね。今回はこれも新しく出てきた関数ですけど、そのバッファの中から一文字読み出すっていう関数です。で、これもですね、返り値はイントで、要するに読み出したデータを、返してくれます。で、このレシーブデータイコールシリアルリードってやると、バッファの中から一文字読み出して、レシーブデータの中に入れてくれます。でですね、先週やったこのシリアルプリントを使って、その、読み出したデータを送信してます。で、ここに、レシーブデータの前に、カッコ、チャーっていうですね、おまじないが入ってるんですけど、
ここの返り値がイントであることからもちょっと想像できるかもしれないですけど、シリアルリードで読み出したやつはですね、数字っていう形のイントのデータになってます。で、シリアルプリントで文字を送り返したいので、ここにですね、カッコ、チャーですね、っていうおまじないをつけて、このレシーブデータ、イントのレシーブデータを、文字変数ですね、チャーにちょっと、一時的にそのチャーのふりをさせるという風なおまじないがこれです。で、これをすることで文字として、このレシーブデータの中身を送り出すことができます。ちょっと難しいですかね。はい。わかんないところはですね、ちょっと質問また、してください。で、何度かここ読めばですね、なんとなく雰囲気わかると思います。で、ですね、これをですね、実際にやってみましょう。はい。ではですね、最初のプログラムを打っていきます。で、Arduino IDE の方にはですね、すでに、先ほどのプログラムがコピペして入っています。では、これを書き込んでみましょう。よいしょ。したね。書き込みが完了しました。で、ここで例えばですね、よいしょ。A とかですね。B とか打ってみます。と、文字が、こっち側に表示されてます。カーソル見えますかね？例えばですね、ここで、ハローワールドなんて打ってみます。で、よいしょ。リターンを押すと、プログラムに沿ってですね、よいしょ。0.5 秒おきに文字が表示されるので、タイプライターで打ってみたいな、文字に、出方になっています。もう一遍やってみましょうか。よいしょ。A, B, C, D, E, F, G とか打ってますね。で、リターンを押すと、よいしょ。A, B, C, D, E, F, G。はい、こんな感じになります。ちょっと面白いですね。プログラムの方、ちゃんと動いたでしょうか？ちょっと古めかしいタイプライターみたいに、ちょっと面白い動きをしてましたね。で、次はいよいよですね、PC のキーボードで LED をオンオフしてみます。で、ですね、プログラム実際見ていきますけれども、セットアップの中身はですね、さっきと同じように、シリアルビギンで、シリアルインターフェースの初期化をやった後、ピンモードの13番アウトプットが復活しています。13番ピンをアウトプットに宣言します。で、さっきと同じようにですね、レシーブデータっていうイントの変数を宣言しています。で、プログラムの内容としてはですね、シリアルインターフェースで、PC から文字を送信して、マイコン側は受信した文字が A だったら LED をオンして、B だったら LED をオフします。で、じゃあループの中身はどうなってるかっていうと、さっきと同じように、シリアルアベイラブルで、バッファの中身をチェックして、で、もしもバッファの中に、データが入ってきてたら、シリアルリードで読み出して、で、レシーブデータの中に入れまして、で、このレシーブデータの中身が A だったならば、13番ピンをハイにする。つまり LED をオンすると。で、もしも、レシーブデータが B だったら、13番ピンをローにする。つまり LED を消すってことですね。で、その後また 0.5 秒待ってループを回すという風な作りになっています。これでですね、A を打ったら LED がオンして、B を打ったら LED がオフっていうのが実現できるはずです。ではこれも実際に押してみましょう。はい。ではですね、2番目のプログラムをやっていきます。で、LED のオンオフをさせるので、Arduino の画面を出します。よいしょ。はい。でですね、この LED、ここですね。
こいつの動きを見ててください。で、例によってプログラムはすでに、コピーして貼り付けてあります。では書き込んでみましょう。よいしょ。書き込みができました。で、プログラム上はですね、A を打つと LED がついて、B を打つと LED が消えるはずです。では実際にやってみましょう。バッファクリアします。はい。ではですね、A 打ちます。はい。よいしょ。LED がつきました。では B を打ちます。LED 消えましたね。ではここで例えばですね、A、B、A、B、A、B とか打ってみます。よいしょ。LED が、打った通りに LED がついたり消えたりします。という風な、あれですね、キーボードから、マイコン上の LED をオンオフさせるということができるようになりました。これもちょっと楽しいですね。はい。はい。プログラムもちゃんと動いたでしょうか。PC からね、命令を出して LED がオンしたりオフしたりすると、なんとなく嬉しいですよね。インタラクティブに自分の操作で、機械が動くっていうのはなんとなく楽しいのです。ラジコンとかリモコンのなんか楽しさがありますね。はい。ではですね、今週の課題になります。でですね、シリアルモニターで A を送ったら LED がオン。で、B を送ったら LED がオフ。ここは同じですね。で、これに加えてですね、コマンドを追加して、C を送ったら LED が1回オンオフする。で、D を送ったら LED が4回オンオフする。っていうプログラムを作ってください。で、LED を点滅させるいつもの関数。これですね。LED ブリンク。いつものやつ。これを使って構いません。で、オンとオフの間隔もお好みで構いません。1秒だとか、0.1 秒だとか、0.2 秒だとか、好きな感覚でやってみてください。で、回答の方はですね、またブログの方に上げときますので、参考にするなり、答え合わせをするなりして使ってください。また、わかんないところがあったらですね、これも、コメント欄の方に遠慮なく、書き込んでください。はい、お願いします。はい、というわけでですね、シリアルインターフェースの受信の方を今回はやってみました。まあ正直ちょっとわからないところもあったかもしれないですが、ともかくですね、こんなことができるのかというのがイメージしてもらえばいいかなと思います。シリアルインターフェースの受信はですね、PC を含む外からの情報をもらうのに使えるということがわかればいいです。で、次なんですけど、ちょっと休憩して、電子工作やります。この間ですね、人感化した、LED のテーブルライト、ダイソーのやつですね。これをちょっと改造してですね、ふんわり光るようにしたので、その様子をお送りしようと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画勉強になったなぁと思われましたらですね、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると僕は大変嬉しいです。ではまた次回よろしくお願いします。